ちじゃ不気味度を魅力じゃ。今回はメガドライブのアクションゲームマジカルタルルートくんをプレイしていくのじゃよ。メガドライブといえばジノーグとか鋼鉄帝国とか割とマニアックな路線ばかりだったからな。メガドライブにもライトでファンシーなゲームがあることを知ってもらいたいのじゃ。何を言ってるのかわしもよくわからんだ。本作は1992年4月24日にセガより発売されたメガドライブ用タイトルじゃ。ジャンルとしては横スクロール形式のアクションゲームじゃな。いわゆるキャラゲーじゃが、制作を担当しているのが後にポケットモンスターを生んだゲームフリークといえば、その丁寧な作りと完成度にも納得してもらえると思う。全4ステージと短いが、実は定価3800円とかなり安かったので、コストパフォーマンスは悪くないのじゃよ。それでは早速プレイしていくのじゃ。原作は勉強も運動も苦手な小学生、江戸城本丸が偶然呼び出した魔法使いタルルートの魔法でいたずらをしたり友達とのトラブルを解決したりしながら成長していくギャグ漫画じゃ。ドラえもんの魔法使い版みたいな感じじゃな。B ボタンのソードペンマジックが敵への攻撃になると同時に顔を描くことで物体に意志が宿り、持ち運んだり敵にぶつけたりできるようになる。原作の設定をうまく活かした攻撃方法だと思うのじゃ。そしてこのたこ焼きに羽が生えたような敵を倒すと体力回復アイテムのたこ焼きが手に入る。タルルートはたこ焼きが大好物なのじゃ。あとは見ての通りライフ性プラス残機性なので一撃でやられて終わりということはない。本丸やヒロインのかわいいヨナちゃんなどのイラストはポケモンのイラストレーター杉森健氏の手によるものじゃ。ちゃんと杉森氏のテイストがわかるのが良いな。そのままポケモンに出てきそうじゃ。ちなみに先ほどの本丸の頭は悪いけど体は丈夫というのは実はボス戦のヒントになっているのじゃ。何か持っておくと敵の攻撃を防ぐバリアにもなるので、とりあえず常に物を持っている状態にしておくのをおすすめするのじゃ。ライフは3つまでじゃが、そこそこ回復アイテムも出てくるので安心じゃな。ただこの敵が小さいせいか結構倒しにくくて、回復したいのにダメージを受けて結局プラスマイナスゼロになることが結構あるんじゃよね。まあ無理はしないことが大事じゃ。ここでは本丸のライバル的な存在であるハラコツトムがヘリで登場する。こちらから攻撃することはできないので弾痕を見てひたすら避けるのじゃ。これもなかなか見せ方のアイデアとして面白いな。攻撃方法などもプレイしながらわかるようになっていて、アクションゲームのステージ1としてはなかなか良い作りじゃ。中ボス戦の後に回復アイテムが出てくるのはとてもありがたいのじゃ。再びハラコのヘリが登場じゃ。先ほどの攻撃でパターンは分かっているので楽勝じゃな。なんといってもメガドライブとは思えないこのポップな色使いのグラフィックが素晴らしい。キャラの動きも細かくてさすがゲームフリークじゃ。そして場面が変わってボス戦じゃ。ボスは様子がおかしいと言われていた本丸の友人であるジャバオじゃ。本丸のヒントにもあった通り
弱点は頭部じゃ。時々サッカーボールを蹴り損なうので、その隙にボールを奪ってぶつけるのじゃよ。割と当たり判定は広いので、それほど厳密に狙わなくても大丈夫じゃ。ステージ1をクリアしたのじゃ。ここで何者かにジャバオも操られていたことがわかるのじゃ。そしてダルルートの姉のリアから魔法を教えてもらって魔法の国に向かうのじゃ。ここからがステージ2となる。割とチュートリアルとして適切な長さと難易度だったステージ1と違って、いきなりここからステージが長くなってメガドライブのゲームらしい難易度になってくるのじゃ。先ほど魔法を教えてもらったので、このステージからマジックの回数分だけ使えるようになる。今使えるのはステルルルという一定時間透明になれる魔法じゃな。スタートボタンで開くポーズメニューで使う魔法を選べるのじゃ。この砲塔部分はなかなか便利なんじゃが、弾を撃つのは自動なので好きな時に撃てないのが難点じゃな。ステージの地形も斜めの表現が滑らかで良いな。背景も多重スクロールをさりげなく使いこなしていて素晴らしい。この敵は正面からの攻撃は通用しない。敵の攻撃をやり過ごして後ろから攻撃するのじゃ。ジャンプした後に再度ジャンプボタンを押しっぱなしにすることでこのように滑空ができる。後半になってくるとこれをうまく使いこなさないと進めないので覚えておくのじゃ。ちょっと同じ背景で飽きてきたところで建物内に侵入じゃ。しかしここからがまた長いんじゃよ。ここもソードペンマジックを使って足場を作っていくギミックがよくできているのじゃ。原作の魔法という設定をうまくゲームに取り込んでいると思うのじゃよ。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないので、まあゆるりとお付き合いいただければ上々じゃ。
ネタバレもありなので、未プレイの人はそのつもりでな。ありゃ、落ちてしまった。この口が開く仕掛けで夢工場ドキドキパニックを思い出してしまうのはわしだけじゃろうか。ここではまたタルルートの姉であるリアが登場する。今回は必須ルートだが、このゲームにはあちこちに原作のキャラが隠れており、普通にプレイするだけでは見つけられないキャラもいる。未登場キャラはエンディングでわかるようになっており、ちょっとした隠し要素じゃな。この動画では全てのキャラを見つけていくので、参考にしてもらえれば幸いじゃ。そしてわしがこのゲームで一番驚いたギミックがこれじゃ。拡大縮小技術を使って壁を変化させるというのが、当時スーパーファミコンの拡大縮小を羨ましく思っていたメガドライブファンの心を揺さぶってくれたのじゃよ。ここではキャタピラ部分に乗ることでスムーズに進める。いきなり足場が狭くなって一気に難易度が上がってきている感があるな。ここは下まで降りてしまうとジャンプだと戻れなくてスイッチが押せなくなってしまうのじゃ。ぐるっと回って戻らないといけないのじゃよ。やはりこのギミックは良いな。大してゲーム全体に影響があるわけではないのじゃが、さて次は中ボスの登場じゃ。せっかくなので魔法を使ってみるのじゃよ。もう戻ってしまったのじゃ。あまり使えないのじゃよ。あとは直接攻撃か、もしくはこの石像をぶつけて攻撃じゃな。このキャラはよくわからないのじゃが、多分原作には出てこなかったと思うのじゃ。倒してまた外に出たのじゃ。実はまだまだステージには続くのじゃよ。この辺りからジャンプからの滑空を使っていく場面が増えてくるのじゃよ。
片手持ちの敵キャラは厄介なんじゃよね。あと1回攻撃を食らったらやばいのじゃ。おお、いいところに完全回復アイテムだ。助かったのじゃよ。ここも滑空でないと進めないところじゃな。なかなかゴールにたどり着かないのじゃ。この辺り、もう少し難易度の上がり方が緩やかでもよかったんじゃないかと思うんじゃよね。ステージ数が少ない分、少しでも長く遊べるようにという配慮だったかもしれないな。とはいえ、コンティニューも3回までしかできず、セーブもないので、結果的には見た目のファンシーさとは逆に難易度高めになってしまったことは残念じゃな。ライフ性とはいい、穴に落ちたら一撃で終わりというのがまた厳しい。やっとステージ2のボス、ミモラちゃんじゃ。ミモラは反射する魔法の玉に注意じゃ。実はあんまりですはパンチのダメージはなく、むしろ反射する壁を破壊するのに使える。弾を避けつつの直接攻撃であまり苦労せずに倒せるはずじゃ。ミモラはタルルートの同級生でタルルートの恋人を自称しているのじゃが、あまりタルルートは認識していない感じじゃな。ミモラを呼び出す魔法も覚えて、次は絵本の世界じゃ。切りが良いので今回はここまでじゃ。では次回もよろしくな。